どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2022年28号ワンピース最新話1052話新しい朝を考察していきます。この1052話では僕の夢が実現しています。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。1052話のスタートは聖地マリジョア。ニカがついにこの世に現れたか。と驚いて、ニカに恐れる無能星こと五老星。そんなに恐れるなら、もっと早くルフィを何とかしておけよ。と、読者全員が思うところですが、会議室で喋っているだけの権力者ならこんなもんでしょう。世界一ふざけるニカに、世界最高の権力者たちが恐れている構図は滑稽です。そしてなんと、ズニーシャの姿は、霧の中へ消えたと言います。これが1052話の話数の語呂合わせ一つ目。どこにでしょう。さらに五老星はズニーシャが消えたなら開国はない。ワノ国は変わらず鉄壁の要塞だと言います。これは一体どういうことでしょうか。開国とズニーシャには強い関係性があるようです。ワノ国が開国した時、ズニーシャと共に何かが起きると五老星たちは過去の伝説によって知っているのでしょう。ズニーシャは1041話で桃之助と戦うためにワノ国にやってきたと言っていました。光月おでんの公開日誌を読んだヤマトは、桃之助が世界を夜明けへ導くとも言っていました。さらにヤマトは1020話で、ワノ国の侍たちを世界に解き放つと言っていました。そして五老星は、開国しないなら、ワノ国は鉄壁の要塞のままだと言っています。これらをつなぎ合わせると、ワノ国の開国とは、以前こちらの動画で考えたように、物理的にワノ国の島が開く。いや、そうではないでしょう。開国とは誰かを受け入れるのではなく、その逆、侍たちが世界へ出ていくこと。ジョイボーイの再来、ニカことルフィと共に、ズニーシャと侍たちは世界に巨大な戦いを挑む。数百年分の歴史を背負って世界中を巻き込む巨大な戦いを世界政府は恐れている。白ひげはそのように言っていました。となると、この話はおそらく白ひげはロジャーから聞いており、ロジャーたちはラフテルで歴史のすべてを知った。五老星もおそらく歴史のすべてを知っている。ならば、800年前に同じことが起きていたと考えられます。800年前に実在したニカことジョイボーイは、ズニーシャと侍たちを率いて、現在の世界政府と戦っていた。その再来がいよいよ起きる。だから五老星たちはニカを恐れている。一方で、五老星たちは、ワノ国を安易に開国しなかった桃之助を切れ者だとも評しています。さすが後に、ワノ国の名将軍と呼ばれる男です。これが1052話の話数の語呂合わせ、二つ目、天眼通。天眼通でしょう。天眼通とは、仏教用語で物事を見通せる力のことです。前回の動画でも考えたように、桃之助が開国しなかったことで、世界政府はワノ国を事前に支配できなくなったようです。つまり巨大な戦いが起きる前にワノ国を支配しておきたかったが、桃之助が開国しなかったせいで五老星の計算は狂ったのでしょう。そして五老星たちは生き残ったサラリーマン CP0 にニコロビンくらい連れてこいと命令を下しますが、ここで電波が傍受され、謎の人物がそこへ行くまで待ってろと言います。この人物は誰でしょうか。場面は変わって鬼ヶ島城内、ドレークとホーキンス。ホーキンスはカイドウを目の前に死を悟ってキッドとの海賊同盟を裏切ってカイドウ側についたが、その後鬼ヶ島で自分を占ってみたが、その結果は 1% だったと言います。これも1052話の話数の語呂合わせ、天眼通でしょう。ホーキンスは占いで自分の命の期限を見通せましたが、カイドウに恐れを抱いた時からすでに海賊としては死んでいたようです。これは10話のルフィのセリフと繋がるでしょう。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。その覚悟とは自分の命をかける覚悟だ。死を恐れぬ一本の槍を持つ麦わらのルフィと、命をかける覚悟がなかった海賊わらわらの実のホーキンスです。さらに1052話と繋がるであろう52話でミホークに敗北したゾロも、剣士として最強を目指すと決めた時から命なんてとうに捨ててる。このセリフともホーキンスは繋がっているでしょう。そして死を恐れぬ覚悟がなく海賊になってしまったホーキンスはここでおそらく命を落としました。一方、タフなゾーン系の能力者ドレークは生き残ったようです。ちなみにアニメでは 1% の男をドレークだと言っていましたが、整合性は取れるのでしょうか。そして時は流れて1週間後のワノ国、新しい朝。ワノ国は20年ぶりに平和が戻り、これまでの光月家の戦いのまとめが語られています。これが1052話の話数の語呂合わせ3つ目、統括。統括でしょう。統括とはバラバラなものを一つにまとめることです。
そしてここでジョイボーイとワノ国の神、東神様リュウマが並列で語られています。ジョイボーイとはルフィです。東神様リュウマはゾロとウリ二つだと言われていましたから、この1052話はルフィとゾロ2人をメインとした話でしょう。1052話と繋がるであろう52話も海賊王を目指すルフィと世界一の大剣豪を目指すゾロが誓いを立てた話でした。そして川松と金右衛門は東神様のように光月おでんを祀るためにお堂を建てようと言います。これが1052話の話数の語呂合わせ4つ目。0を前につけておでん冥福。おでん冥福でしょう。ワンピース公式語呂合わせでは5は5月の冥です。そしてそのお堂の周りにはワノ国のために戦って散った下月安家や下月牛丸、風月おむすび、うつき天ぷら、そしてアシュラとイゾウも祀ろうと言います。やはりアシュラとイゾウは亡くなっていたようです。いや、待て CP0。1038話で CP0 と出会ってしまったイゾウはここで戦わずともよかった。しかし CP0 はルフィを狙っていた。赤鞘じゃなくイゾウに流れる白ひげやエースの意志がイゾウを動かしたのでしょう。頂上戦争でマルコはルフィこそがエースの意志そのものだと言い、死なせたら白ひげ海賊団の恥と思えと言っていました。だからイゾウは CP0 を見逃すわけにはいかなかった。イゾウかっこよかったです。もちろん最後まで仇討ちに反対していたあのアシュラが涙ながらにおでんの絵を道連れにして赤鞘たちを救ったのもあっぱれでした。場面は花の都の城内、ヤマトが何やらお腹を空かせていますが、ここで光月日和がルフィたちが目を覚ましたと桃之助に飛び蹴りを決めました。絶世の美女小紫こと光月日和は子供の頃から実は男勝りでしたから、本来の日和が帰ってきたのでしょう。この1052話では男女のイメージの逆転が描かれています。それは生物学的な性別差ではなく、社会的文化的な性別差、つまりジェンダー的な描写が数多く登場します。なぜなら1052話の話数の語呂合わせ5つ目から7つ目は0を前につけて男に、そして乙女に、そして入れ子にだからです。男に、乙女に、入れ子に。1052話では男女のイメージが数多く入れ子になっています。そして大広間ではルフィとゾロが1週間ぶりに大復活。これはもちろん先週考えたように52話のミホークのセリフ、安心しろ、あの男はまだ生かしてあると繋がるでしょう。しかしゾロの前に現れた謎の死神の正体は今回は明かされませんでした。復活したルフィとゾロは大人になった桃之助の体は光月おでんのように屈強だと言います。これが1052話の話数の語呂合わせ8つ目。天骨でしょう。天骨とは生まれつきの才能のことです。そしてルフィとゾロは屈強な体を手に入れた桃之助を殴ってみようと脅かすと、桃之助は以前のようにナミに助けを求めて胸を揉みます。ありがとう。しかし大人になった桃之助にナミがげんこつを食らわせます。これにサンジとブルックはしてやったりの得意そうな顔、そしてぶっ飛ばされた桃之助の頭にヤマトがお盆を乗せて、中身は子供、姿はおでんとお盆で桃之助をおでんにして遊びます。これが1052話の話数の語呂合わせ9つ目。0を前につけておでんうり2つ。おでんうり2つでしょうか。5は中国語で2桁目の52は50と2に分解して語呂合わせしました。これはワンピース公式ストロンガーの誕生日などで採用されている語呂合わせ方法です。ここでヤマトはどうやらルフィとゾロが目覚めるまでご飯とお風呂を我慢する願掛けを行っていたと言います。これは日本では立ち物とも言い、自分の好きなものを断つことで禁欲により願い事を強化するおまじないです。その願いが届いてルフィとゾロは元気になりましたから、ヤマトはおにぎりをバクバク食べています。これはもしかするとゾロのおにぎりと食い名がかかっているのでしょうか。それにしてもヤマトはゾロの姿を見てゾロとそっくりな下月牛丸は思い出さないのでしょうか。そんなゾロは光月日和に体を拭いてもらったことが発覚。光月日和はゾロに惚れているのか、それともただの天然なのか。過去にはルフィに惚れたアルビダやハンコック、サンジに惚れたビオラやプリンがいたように、ゾロに惚れる女性がワノ国に登場してもおかしくないかもしれません。そして場面は僕の夢、城内の岩風呂へ。なんと男湯にはすっぽんぽんの女のヤマトが入り、女湯にはすっぽんぽんの男のお菊が入って男女が入れ子になっています。これこそが1052話の語呂合わせ、男に乙女に入れ子に、そしてありがとう。そんな裸のヤマトにルフィとゾロだけはなぜか無反応です。いや待てルフィゾロ、お前たちについているオンドリはどうなっている。
新しい朝だけに朝だ。そして風呂に入った後はついに宴が行われると言います。場面は変わってトカゲ港ではサニー号やローの船、キッドの船をフランキーとウソップたちが修理中。これが1052話の話数の語呂合わせ10個目。善光寺でしょう。ここでキッドとローは仲間たちに慣れ合うなと言いますが、これはおそらく逆。宴で慣れ合ってしまうふりでしょう。そんなキッドたちの前にナンバーズのインビとともに情報やアプーが登場。アプーは全員の新しい懸賞金と新しい海の皇帝と呼ばれる者たちの名前が書いてあると新聞をキッドに渡します。これはもちろんルフィでしょう。そしてルフィの懸賞金は映画フィルムレッドに合わせるならシャンクスと同じ40億。次の1053話と繋がるであろう53話の扉絵にはアルビダが手配書のようなルフィの絵を見せています。そして最後のシーンではおそらく1週間前に CP0 の通信を傍受して艦隊にストップをかけた海軍大将緑牛が登場。そして緑牛の背中には花が咲いており、それをヘリコプターのように回転させてワノ国の上空でシュールに空を飛んでいます。これはおそらく多くの考察者の予想通り、緑牛は植物の能力者のようです。緑牛についてはこのように考えました。こちらです。そしてまだ詳細がわからない海軍大将緑牛の笑い方、ラハハハも考えてみましょう。これにはまず緑牛そのものから先に考えましょう。緑牛で分かっているのは3年間の断食を行っている。つまりご飯を食べなくても生きていける能力でしょうか。また、性格は軽めで女好きかのような印象です。容姿についてはロン毛ですが、顔はおそらく他の海軍大将と同じく往年の名優がモチーフなのでしょう。それは多くの方が考察しているように、映画浪人街の原田芳雄さんがモデルだろうと言われています。ラハハハハという笑い方も原田芳雄さんっぽいらしいです。また、ラハを逆にすると原田となると。能力については3年間も断食していることから、おそらく植物系の能力者だと言われています。植物は英語でプラントですから、ラハハハハという笑い方のラのイメージや緑牛の緑のイメージとも合致します。それは例えば、ロギア系、ニョキニョキの実か、プラプラの実などの樹木人間でしょうか。しかしその後、こちらの動画では、海軍大将の能力はこれまで全員自然災害がモチーフだろうと考えて、緑牛は公害、つまり全てを一気に食らい尽くす。バッタの能力者である可能性を考えましたが、これはおそらく外れています。ワノ国終盤予想としては、こちらの動画でスリラーバークとの表裏一体から、スリラーバークの終わりにバーソロミュークマが現れたなら、ワノ国の終わりには完成版パスフィスタが現れる。それはワノ国が天然の要塞であることから空飛ぶ戦艦がやってくると考えましたが、なんと緑牛が花びらを回して空を飛んできました。本編の考察は以上です。続いてはいつものように次号1053話の展開を話数の語呂合わせと話数の一つなぎ、魚人島先取説などを用いて考えていきましょう。1053話の話数の語呂合わせ予想一つ目は入れ込み。入れ込みというのはどうでしょうか。この1052話でも語られているように、次の1053話では宴が行われ、さらに1054話からは最終章が始まると予告されています。そのように考えると、緑牛は1053話でウォーターセブン編の宴の時の青生地のように、宴の中に自然に紛れ込むのではないでしょうか。1053話の話数の語呂合わせ予想二つ目は人混み。人混みというのはどうでしょうか。ルフィは977話でワノ国の戦いに勝ったら今までで一番でっけえ宴をやろうと言っています。それはワノ国中を巻き込んだ巨大なお祭りでしょう。そのお祭りとはズバリ花火大会。玉や鍵や1053話はおそらく153話と繋がるでしょう。153話のタイトルはヒルルクの桜。ドラム王国の夜空に爆発した塵が大気中の雪をピンク色に染めて桜の木のようになったヒルルクの桜。それは奇跡。ここと繋がって、もしかするとワノ国の花火を見た人造悪魔の実スマイルを食べて笑い以外の感情を失った人々が涙を流す。それこそが小田先生が描きたかったワノ国のシーンかもしれません。そしてこの153話のヒルルクの桜で注目なのはドクタークレハのセリフ、言っといでバカ息子。ワノ国でバカ息子といえばヤマトです。ヤマト仲間入りを期待するなら次の1053話でしょうか。
さらに1053話は53話とも繋がるでしょう。1053話の宴では53話に登場している大きな魚のようなサバ頭1号と繋がり、巨大な鯉料理が登場しそうです。ルフィはワノ国に入るとき、巨大な鯉料理で宴をしたいと言っていました。1053話の話数の語呂合わせ予想3つ目は手紙。手紙というのはどうでしょうか。この1052話にはロビンと伝次郎、犬嵐の頭脳派の3人がいません。何をしているのでしょうか。それはもちろん、ワノ国に存在すると思われるカイドウが持っているロードポーネグリフの探索でしょう。さらに、魚人島先取り説からも考えれば、ロードポーネグリフの他に、ジョイボーイからの手紙もあるかもしれません。1053話の話数の語呂合わせ予想4つ目は、天の神。天の神というのはどうでしょうか。これも魚人島先取り説から言えば、天の神の名を持つ古代兵器ウラヌスがワノ国に存在する。もしくは、そのありかが示されたポーネグリフがある。1053話と繋がるであろう。53話では、ドン・クリークがゼフの航海日誌からワンピースへの話をしていました。そしてビッグマムは死に際にワンピースについて、この国にもあるんだろと言っていました。ワンピースとは、ロジャーが手に入れた全てのものの総称ですから、ここでワンピースの正体の一つ目がわかります。ロジャーが手に入れたワンピースの正体、その一つ目とは、リオポーネグリフ、一つなぎの大砲。紡がれた歴史こそがワンピースの正体の一つ目でしょう。ロジャーはすでにリオポーネグリフをつなぎ合わせて最果てへと導いており、レイリーも歴史の全てを知ったと言っていましたから、これがワンピースの正体の一つ目でしょう。そして1053話の話数の語呂合わせ予想5つ目は、自由の海。自由の海。ワンピースはいよいよ次号1053話を経て1054話から最終章へ。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。